まず膝曲げたまま足をゆらゆら揺らしていきます。手は床について OK です。これ血流を良くするためのウォーミングアップだと思ってください。このマッサージ動画はですね、ストレッチの前にやるとめちゃめちゃストレッチ効果増します。なんでストレッチ動画の前にもやってほしいんですが、理想はストレッチ動画の後にもね、できたら最高だと思います。もし時間取れる方はね、前後両方やってみてください。よし、OK。そしたら次は、つま先を下ろす。しっかり上げ切る。下ろす。上げ切る。繰り返しましょう。スピード勝負じゃないです。普段動かさない範囲までしっかり上げ切る。下ろす。しっかり上げ切る。下ろす。手は床についててもいいですが、あんまり肩ね、こう力入らないようにするのと、呼吸は止めないようにやっていきましょう。伸ばし切る。下ろす。上げ切る。下ろす。よし、OK。そしたら一回右足を前に出します。内ももマッサージしていきます。膝のあたりから付け根にかけて揉んでいきましょう。両手でこうやって揉んでもいいし、手でさすってもいいし、腕使ってね、膝から手前にこうやってマッサージしていっても自分がやりやすいようにやっていきましょう。この体勢きついよって方は、ちょっと膝曲げてもいいです。内ももをマッサージすることが目的です。呼吸は止めないようにして、肩ね、力入りすぎないようにしましょう。OK。そしたら次、前ももマッサージしていきます。膝のあたりから付け根にかけてマッサージしていきましょう。これも両手でさするようにしてもいいし、腕使ってもいいです。やりやすいようにやってみましょう。痛気持ちいいぐらいにしましょう。痛ければいいもんじゃないですからね。膝から付け根にかけてです。で最初にね、お伝えした通り、ストレッチの前後にやるのが理想ですが、なかなか難しいと思うので、皆さんがね、いつもやってるストレッチとか、筋トレのね、動画の前だけでもこの動画、ぜひやるようにしてみてください。効果がね、全然変わってきますので。よし、OK。そしたら次はですね、膝上の肉をマッサージしていきます。こんな感じで、つまむイメージですね。膝上をつまむイメージ。で特にね、この内側硬い人多いので、内側をつまんであげると良いと思います。で、きつい方ね、こうやって膝曲げちゃってもいいですからね。自分が楽にできる体勢でやっていきましょう。外側が硬い人は外側をつまむ。あんまりね、強くつねんないようにしてください。で、あとはどうしても、こう肩がね、上がりがちな方いるので、力を抜いて呼吸は止めないようにやっていきましょう。呼吸止めないようにしましょうね。よし、OK。次、外もものマッサージしていきます。膝曲げても、伸ばしても大丈夫です。この外ももをね、膝のあたりから付け根にかけてマッサージしていきましょう。僕はやりやすいので、こうやって腕でやったりとかしますが、手でこうやってさすってもいいです。でマッサージクリームとかね、オイルとかある方は塗ってやってもいいですし、服の上からでもね、全然問題ないです。外もも。特にね、この膝のあたりとか張ってる方多いと思うので、マッサージしていきましょう。腕でもいいです。反対のね、手使っても、なんかやりやすいより自分でいろいろ体勢探してやってみてください。呼吸は止めないで、肩ね、力入れすぎないようにしましょう。OK。そしたら、右の股関節の付け根マッサージしていきます。僕はこうやって親指で軽く揉むぐらいがいいと思うんですが、手のひらでこうやってさすってもいいですし、自分がやりやすいようにやりましょう。このね、付け根のね、ちょっとこの股関節曲げた時に硬くなるところ、ここにゴリッとしたのがあると思うので、そこをね、ほぐしていきましょう。反対の手はね、こうやって床についてもいいし、両手で揉んでも良いと思います。ずっと前の動画でも出したんですけど、結構ね、本当に成果出してる視聴者さんのほとんどは、ストレッチ前にね、マッサージをやってるみたいですね。なのでそれぐらい効果的なので、ぜひ、ストレッチ前にやる習慣にしましょう。OK。そしたら次、内ももの付け根やっていきます。膝伸ばしても曲げてもどっちでもいいです。付け根をね、重点的にやっていきましょう。こうやって、僕はつまむのがおすすめです。で、これね、どこをやるのが正解なのって質問結構来るんですが、自分がね、気になるところ、一番脂肪を落としたいところ、そこをね、やってあげましょう。で、ついついね、こう脂肪を落としたいからギューってやりがちなんですが、女性の方だとね、それがあざになったりするので、痛気持ちいいぐらいが無難じゃないかなと思います。肩ね、力入らないようにしましょう。僕も力入っちゃうんですが、なるべくね、意識して力抜きましょう。
もしきつかったらね、どんどんサボってください。もしくは再生速度調整したりして、やりやすいスピードでやっていきましょう。OK。そしたら、ちょっと膝曲げてください。これで、右のふくらはぎ揉んでいきます。こんな感じで、ふくらはぎを掴む。こうやって、下から上に向かってマッサージしていきましょう。この親指がね、アキレス腱に当たるように僕はしてます。で、下から上にマッサージ。痛気持ちいいぐらいでね、やっていきましょう。で、これもね、どこをやるのが正解かなって、自分が触って硬いなってところを重点的にやるといいと思います。大体の人はね、このアキレス腱付近硬くなってるので、そこを重点的にやっても良いと思います。形から抜いてくださいね。OK。そしたらちょっと右足、こうやって前に出した状態で、拳を作ってですね、この左右のくるぶし、くるくるマッサージしていきましょう。拳でくるくるマッサージです。ただね、硬い人はね、結構拳が当たって痛いって方もいるので、手のひらでこうやってさすってもいいし、指先でね、こうやってくるくる回してもいいし、このくるぶしの周りをね、マッサージしていけばいいと思います。すごい老廃物が溜まりやすくてね、この辺が硬くなると足が冷えたりするので、しっかりくるぶしの周りやっていきましょう。呼吸を止めないようにしましょう。OK。そしたら、この拳でですね、ふくらはぎ挟みます。挟んで、ぐーっと上に持ってくる。横から挟んで、上に持ってくる。ちょっとこのすねに近いところやってあげてもいいし、もうちょっと下の方、ふくらはぎの下の方やってあげてもいいです。拳で挟んで、下から上へ。肩力入らないように意識してくださいね。これお風呂の中でやっても全然いいですからね。お風呂の中でも、テレビ見ながらでも、お布団の上でもどこでもね、大丈夫です。一番大切なのは、どこでやるかよりも、皆さんが習慣化しやすいタイミングでやることだと思います。だからお風呂の中でね、やりやすければお風呂の中でもいいし、どこでも本当に大丈夫です。よし、OK。そしたら足裏揉んでいきます。こうやって右足ちょっと前に出した状態で、両手でね、足の裏、この、土踏まずあたりをマッサージしていきましょう。僕は親指で押してます。痛気持ちいいぐらいでやっていきましょう。で、大体ね、硬いのはこの母指球、親指のね、付け根あたりが硬い人多いので、硬いところ見つけたらそこをね、重点的にやってあげるといいと思います。これもね、力任せじゃなくていいですからね。痛気持ちいいぐらいでやっていきましょう。肩、力抜いてくださいね。呼吸は止めないようにしましょう。よし、OK。そしたら一回ですね、両足伸ばします。で、手は床についているので、この状態で左右パタパタ動かしてほしいんです。こうやって内外につま先を動かすイメージで。で、こうすると、やった右足だけ軽くなってるの分かります？僕は右足の感覚かなり楽です。左と比べると。こうやってね、ぜひね、効果を実感できる仕組みを皆さんも自分で見つけてほしいんですね。僕こうやって動画の最初とか最後にチェック項目を入れて、ほら、1回で変わりましたよねっていうのをよく出すんですけど、それがね、すごくモチベーションになるんです。1回で変わるならね、頑張ろうって方結構多いので、ぜひご自身でもね、ストレッチ、筋トレやるときにこんな仕組みを作ってみたらいいんじゃないかなと思います。OK、次反対、左足いきます。左足を前に伸ばしましょう。で、両手で内ももマッサージしていきます。膝のあたりから、付け根にかけてですね、マッサージしていきましょう。こうやって両手でつまんでもいいし、手のひらでさすってもいいし、もしくはこうやって前腕、この腕でね、やってもいいと思います。ただ強くやらないようにだけ気をつけましょう。痛気持ちいいぐらいで。で、後ろ倒れちゃうよって人は、膝曲げていいです。膝曲げて、こんな感じでもいいです。膝のあたりから付け根にかけてね、マッサージしていきましょう。特にこの膝付近ね、硬くなる方すごく多いです。呼吸止めないようにしましょう。OK。これで足伸ばします。で、前ももマッサージですね。膝から付け根にかけてマッサージしていきましょう。僕はこうやって腕でやるのがやりやすいので、腕でやります。服の上からでもね、全然 OK です。で、きつい人は膝曲げてもいいです。結構硬い人はね、膝伸ばしてるこの体勢だけで後ろに倒れちゃったりするんで、膝曲げてこれでも全然 OK です。
で、結構ね、こう体が硬いことをこうコンプレックスとかネガティブに思ってる方もいらっしゃるんですが、全然ね、大丈夫です。ゆるーくこうやってね、週1回でも習慣化していけば、ちょっとずつ体良くなっていくので、一緒にね、頑張りましょう。OK。そしたら次、膝上の肉、両手でつまんでいきます。こんな感じです。結構ね、内側が硬い人が多いです。なんで、硬いな、ここ痛いなーってとこ見つけたら重点的にやってあげましょう。あんまりね、こう、早く痩せたいからといってギューッとつまんじゃわないように気をつけてください。痛気持ちいいぐらいで。まあこの膝のね、膝上だけじゃなくて膝の周り全体的にやってあげても全然良いと思います。肩ね、あんまり力入れすぎないようにしましょう。あとね、痩せたい方、健康維持したい方、ぜひね、最近、水分取ってます、水分。最低でもね、1日2リットルぐらいは取るようにしてほしいです。OK。そしたら次、外もものマッサージいきます。膝ちょっと曲げてもいいし、伸ばしてもいいです。膝のあたりから付け根にかけてマッサージしていきましょう。僕はこうやって腕でやるのがやりやすいんで腕でやりますが、手のひらでさすってあげてもいいし、まあこうやってつまんでもいいと思います。やりやすいようにね、やっていきましょう。マッサージもね、ストレッチもね、本当に正解を求めちゃうとなんか、これ合ってるのかなってなって、続けられなくなっちゃうので、こうやってね、軽くさせるだけでもね、いいんですよ。十分効果あるので、それでも。本当にね、続けていけばね、ちゃんと実感できますので、そこまで難しく考えず、痛気持ちいいぐらいで揉んであげればいいと思います。